皆さんこんばんは。ご紹介いただきました安倍晋三でございます。今日は飛行機の関係ですいません、一番最初にトップバッターで話をさせていただきたいと思いますが、今日は七夕晴れましたよね。やっと織姫に会いに来ることができました。彦星私一人だと思ったんですが、昼間には岸田総理が小野田さんの応援に駆けつけました。ということは大変厳しい情勢だということを皆さんにお伝えをしたいと思います。この一戦、まさに自由民主党の名誉がかかっている戦いだろう、そう思っています。保守党たる自民党、絶対にこの選挙圧倒的に勝たなければなりません。そのことになって初めて日本を守っていくこの政策を強力に推し進めていくことが可能となります。小野田さん、本当に頑張っていると思います。小野田さんというのは思い切りがいいですね。思い切りが良くて、そして、潔い度胸もあります。度胸がありすぎるということを言う人がいるぐらいでありますが、でもやっぱり皆さん、こういう政治家が日本に必要じゃないでしょうか。皆さん、彼女はいろんな面でいろんな分野で活躍をしてきてくれています。例えばですね、マイナンバーカードに健康保険証を紐付けする、こういうことも地道にやっていたのも小野田さんでありますし、西日本豪雨に際して大変な被害がこの岡山県でも出ました。利水ダムのですね、洗放流をしっかりとちゃんとやっていくべきだということをずっと言ってきたのも小野田さんであります。そしてまた安倍政権時代にですね、離婚後のお子さんの養育費、なかなかちゃんと払ってもらえないということが大変多い。ちゃんと養育費を確保していくことがこの子どもの貧困をなくしていくことにつながっていく、この提言をしてくれたのも小野田さんであります。小野田さんはいろんな面で活躍をしていますし、もちろん国会における質問、多くの方 YouTube を通して見ていただいたのではないのかなと思いますが、すごいですよね。中国人留学生はアルバイトをした収入は税金かかんないけど、日本人の学生はかかってる、これおかしいじゃないか。よく考えてみると確かにおかしい。この小野田さんの質問によって、政府も、変えることを、決めました。このように小野田さんというのはいろんな面において、大変な活躍をしているということをどうか皆さんに知っていただきたいと、こう思います。そして、小野田さんはどういう政治家かということを一言で言いたいと思いますが、政治家にはいろんなタイプがあります。当人派と官僚派という分け方もあるでしょう。あるいは政策派と政局派という分け方もありますが、私はよく言うんですが、戦う政治家と戦わない政治家、戦わない政治家っていうのは安倍さんが言ってることをよく分かるけど、今回は我慢したらどうかというのが、いわば戦わない政治家でありますが、まさに小野田さんは正真正銘の戦う政治家であります。だからこそ私も今日この場に立っているわけで、小野田さんが今大変厳しい戦いを強いられています。相手は無所属なんですね。無所属だけど、おそらく選挙終わったら私は立憲民主党入るんだと思いますよ。でもそれ恥ずかしくて言えないから無所属になったのかな、こう思います。皆さん、そういう候補者に我々国政を、そして岡山県の未来を託すわけにはいかないじゃないですか。しっかりと言うべきことは言っていく、確かな理念と信念、それを国民の皆さんにぶつけていく、この小野田さんにぜひとも勝ち抜いてもらわなければならないと、こう思います。現在ウクライナに対するロシアの侵略がついている中において、物価高の問題があります。今日おそらくお昼に岸田総理がお話をされたんではないのかなと思いますが、ガソリンが普通であれば210円になるところを私たちなんとか170円に抑え込んでいますし、小麦も大きく値上がりをしていますが、この小麦の値上がりを抑え込んでいく上においてですね、やっぱり私たちはさまざまな政策を駆使をしながら、世界の相場が急上昇しているんですが、それを2割3割なんとか抑え込むことができています。こうしたことをしっかりと進めながら、皆さんの生活を私たちは必ず支え抜いていきますし、5兆円の予備費があります。この予備費を駆使をしながら生活支えながら仕事場も支えていく、さらにはこの選挙を勝ち抜いて秋には臨時国会があって、これからいよいよ日本の経済も反転攻勢をしていく、そして若い皆さんにとってしっかりと働き場所が確保される、その経済を作っていくために思い切った
我々は財政支出、積極的な財政支出をしないといけないと、こう思っています。そのためにも、我々がですね、しっかりと実例を得て、力を得ることが求められていると思います。そして、今この瞬間にも、ロシアのウクライナに対する侵略がついている。国を守るために命を懸けて戦っているウクライナの人々から私たちが何を学び取ることができるか。皆さん、やっぱり私たちの国を守っていくのは私たち自身の責任なんです。私たちが努力をしなければ日本の領土、領海、領空、そして誇りを守り抜いていくことはできないんです。だからこそ努力をしていく。同時に日本一国では私たちの国を守り抜いていくことはできない。世界中そうですね。ウクライナとロシア、軍事力には大きな差があった。だから簡単に侵略できるとプーチン大統領は考えた。でももしウクライナが NATO に加盟できていたら、ロシアは手を出すことができなかった。ロシア対ウクライナではなくて、ロシア対 NATO30 カ国あって最強の国、米国も入っているからやめておこうということになるんですね。だからはるかにウクライナよりも小さなラトビアとかバルト三国にもロシアは手を出すことができない。そこでスウェーデンやあるいはフィンランドも NATO に入りたいと言っている。翻って日本はどうでしょうか。日本の同盟国は世界最強の国、米国です。だからこそ7年前に平和安全法制を制定をして日本とアメリカは助け合える同盟に変わりました。助け合える同盟になったことで同盟の絆は当然強まった。でも皆さん、これ考えていただきたい。やっぱり自分の国は自分で守っていくという努力をしなければいけない。努力をしない国のために手を差し伸べる、共に戦ってくれる国は世界中探したってどこにもないんです。であるからこそ NATO においては30カ国例外なく GDP 比軍事力、軍事費を 2% 負担しますよということを約束し合って実行しようとしているんです。それが信頼の絆となり同盟の強さになっていく。アメリカは日本を守るために戦う。でも戦うアメリカの兵士にも家族がいる、恋人もいるでしょう。愛する人が日本のために戦うことをアメリカの国民が理解しなければ同盟もただの紙切れになってしまうんです。だからこそ今こそしっかりと日本は国家意志として防衛費を増やしていく、その意思を示さなければいけない。我々はそう決意をしている。少なくとも自由民主党はしっかりとそう決意をしているんです。この選挙を通じてこの決意を示していこうではありませんか。そして同時に日本だけではなくて、そしてアメリカだけではなくて、ドイツやフランスやイギリスやあるいはオランダやベルギーや豪州やインドやカナダ、日本と志を同じくする国々、この日本の近海において共同演習をしながらこの地域をしっかりと守っていこうという意思を示しています。これが皆さん抑止力になっていく。抑止力っていうのは戦争をする力ではありません。戦争を止める力なんです。だからこそ私たちはしっかりとこの抑止力を得て子どもたちの未来を守っていきたい、こう決意をしています。残り2分という表示が出ましたので、最後に憲法について話をさせていただきたいと思います。ウクライナを守るために必死で戦っているのはウクライナ軍の皆さんですね。そして日本を守るために戦うのは自衛隊の皆さんです。彼らが命を懸けて戦う。大災害の時にも命を懸けて国民の生活を守ってきたのは自衛隊の皆さんではないでしょうか。でも残念ながら憲法に自衛隊明記されていませんから、多くの憲法学者は憲法違反だと言っている。共産党の C さんも憲法違反だって言ってますよね。しかし C さん、いざという時にはどうするんですかと聞いたら、その時には自衛隊に頑張ってもらうと言って、これおかしいじゃありませんか。でも多くの憲法学者がそう言っている以上、意見論争があり、ほとんどの教科書にはその記述があります。災害に際して命を懸けて国民の生活を守っている自衛隊の皆さんの子どもたちもこの教科書で学ばなければならない。皆さん、変えていこうではありませんか。今こそこの選挙を通じて私たちの意思を示して、大田さんの選挙を通じて私たちの意思を示そうではありませんか。そして皆さん、日本の未来を
切り開いていこうではありませんか。この戦いがまさに日本を決める戦いになっている。日本中が注目をしているこの選挙区、大田美樹に大きな勝利を与えていただきますようによろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ここで阿部先生がこの後のご予定があるということで、ここでご退席でございます。今一度大きな拍手をお